I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off.ビデオビデオかーい。ママも。おじゃとるもこんさばあさきです。今度ね、ののの健康診断があって、そのためにワクチンを買わないといけなくて、薬局にワクチンを買いに行ったんだけど、その話もね、もう変なんだけど、日本だとさ、ワクチン自分で買わないじゃん。でもフランスっていうかレユニオンは先生からの診断書をもらって、このワクチンを買ってくださいみたいな書類をもらって、薬局で必要なワクチンを購入するんですよ。ワクチンって買ったらすぐに冷蔵庫に入れないといけないのね。そしたら今日帰りめっちゃ渋滞してて、でも冷たい場所に置いとかないといけないから車の中でエアコンに当ててあったかくならないようにしてました。これさ、初めて来た時めっちゃびっくりしたの。ワクチン自分で買うのみたいな。ワクチンを自分で買って先生に行くまでの間は自己責任で管理しないといけないわけじゃん。めっちゃリスク高くないと思ってっていう話でした。ちょっとね、言って消化したかったというわけで今日はお昼ご飯にグラタンシュシュを買ったので食べたいと思います。ボナペチー。今日のお昼ご飯はこんな感じでございます。めっちゃフランスじゃない。これがグラタンシュシュ、美味しいです。バゲットとこれなんだっけ、 Pâté de campagne au poivre vert, pavé enrobé au poivre. サラミのこれはね、外側に胡椒がついてるやつ。これはフランスでめっちゃ有名なパテです。バナメチー。今日はお友達のクリエイターがなんか日本の大学でレユニオンに住んでる日本人の日常をなんか紹介するらしくて、それのための撮影に協力してほしいっていうことで、今日はこれからインタビューじゃないけどビデオを撮ります。楽しみでございます。でビデオ撮り終わりました。なんかすごく和気あいあいと普通に生徒と一緒におしゃべりをしてただけですあんなんでいいのかなって感じなんだけど、なんか2人の出会いとはとかね、ここの生活はどうとかね、あと日本とレユニオンの生活どっちがいいとか、日本で見れるのかは分かりませんが、そんなお仕事もしております。というわけでビデオの編集をしましょうかね。今日はバイ。ビデオを編集しようと思ったんだけど、そういえば今日朝一でね、マミーの方からなんか明日までに作ってほしいっていうチラシのなんか依頼が来たので、先にそれをやっちゃいたいと思います。マジいつも急なのよ、マミーなんかというわけでとりあえずやっちゃいます。私が作業してる時はね、基本ねマジラブのラジオを聞きながら作業をしますので、聞きながらやろうかな。今日はこれからののが予防接種に行きます。そう、この前気づいたんだけど、こっちってワクチンを接種っていうか注射をする前にこういうね麻酔パッチみたいのがあって、
これを貼ってからドクターに行きます。そうすると注射してもあんまり痛くないみたいです。そう子供だけらしいけど、でも優しくない？なんか日本こんなのあったんかな。まあでもこっちも最近生徒が子供の時はなかったらしく、だからうちらと一緒だね。うーって泣きながらやったやつ。そうでもなんか優しいなと思って。日本にあるのかないのかわかんないけど麻酔パッチでした。こうやって貼って、この下に麻酔のクリームがついてるので、これで痛くなくなるみたいです。来ました。楽しみ。何があるかな。あとのののお友達のお誕生日会があるので、その子の誕生日プレゼントとかも探したいと思います。行ってきます。ハンバーガー。ナナはプレー、今日はいつもお魚だけどチーズがけバーガー。わかんない。ユニョのスーバーは結構こういう子供の遊び場がいっぱいあります。いいよね。今ね、セドが美容院に行って久々の一人時間なので喋ろうかなと思ってビデオを撮っております。夏になってきましたね。暑いよ本当に。日本は寒くなってきたんかな。どうなんだろう。本当ね、今日もね雲一つない快晴ですね。なんか話そうと思ったんだよな。なんだっけ。そう、今度の木曜日にインスタライブをしようと思っております。初めて。なんかギカリの時にちょっと突発的にインスタライブやってみたことがあるんだけど、あの時はなんかそのスタンドの中とかだったんで、その商品のね説明とかしたりしてたんだけど、でも今回は初めてこう大大勢でやるのでワクワクしてるんだけど、やっぱちょっと緊張はしております。なんかみんな見てくれるのかなとか、ちゃんと喋れるかなとかね。でもこの前のラジオをやってみて、ちょっとそういうねリアルな交流もすごい楽しかったので、やってみたことないことなんでチャレンジしてみたいなと思ってチャレンジします多分もうこのビデオを出してる時はそのインスタライブが終わってると思うので、どうなったんでしょうかって感じなんだけど。あとね、この前なんか珍しくすんごい落ち込む時があって、ほんとね年に1回2回ぐらいあるかなっていう感じなんだけど、すごいこうズーンって落ちる時がね。それがなんでかっていうと、いろいろとやんなきゃいけないことが重なってて、やんなきゃいけないんだけどこう自分だけじゃ進まないみたいなことでね、基本的に前に進めなくなるとってこうストレスがかかるのよ。私って常に前に進んでればストレスがかかんないんだけど、何かの拍子でブレーキがグッてかかるとそれがすごいストレスになるの。それでね、もうなんか疲れたなって思う時がありました。でも基本根はポジティブなんで、言うてもなみたいな。なんかあとね、
なんかそのやっぱフランス語がなかなかスムーズに出てこないみたいのも日々ちょっとストレスだったりとかもするの。でもなんかこうふって我に返った時に中国語と英語わかるしなみたいな。あとまずフランス人じゃないからフランス語がわかんないのは当たり前じゃんみたいな。でも喋ってコミュニケーション取れてるんだから上々じゃないって思い直すのよ。まず日本人だしね。基本的にねそんなにズーンって落ち込んだとしてもそんなに引きずんないの。1日ぐらい寝たら忘れんだけどでそういえば昨日ちょっと落ち込んでたなみたいな。でもこうやって日本人も少ない異国の地で家族とねこうやってもう住んでるだけで100点じゃないみたいな。で一応何不自由なく暮らせてるんだからマジ100点じゃないって思うわけよ。本当に。みんなはさ結構落ち込んだ時とかどうしてる？さっきのインスタライブの話もそうなんだけど、基本的に私はやってみたいことをすぐにやりたいの。あれやろうって思ったらもう3日以内にはやりたいのよ。でウサギとカメっていう話が日本にはあって、もともとの昔話はウサギとカメが競争をして、ウサギはバーって先に行っちゃったから途中で休んで、その間にカメが地道にゴールに向かって最終的にカメが勝つっていう話なんだけど、だからウサギは結構スタートダッシュが早いのね。でカメはスタートダッシュは遅いんだけども着実にゴールに向かうっていう話なのね。私はもう生粋のウサギなの。だからもうスタートダッシュがすごい早いのね。じゃあこれやりたい人って言ったらはいやりますって言うし、カメの人はそこで私にできるかな、どうかな、どうやってやろうかなとかをすごいいっぱい考えた上でやりますっていう人ね。でもウサギはこれやりたい人って言ったら秒でやりますっていう人みんなはどっちが多いんだろう、私の見てくれてる人は。そうだから本当に新しいことはもうすぐやりたくて、なのでそのインスタライブもねやっぱレユニョンの人向けにやるから喋る内容あるかなとかさ、あとちゃんと喋れるかなとかもあるんだけど、とりあえずやりたいのよ。やってみたいの。そんな問題とか別に関係ないの基本問題が起きたらその時考えればいいしみたいな感じなのね。でセドは結構カメなの。何かやろうよって言った時にどうやってやるかをすごいちゃんと考えるし、どうしたらいいかと、あと問題点をすごいちゃんと考えるのよ。すごいなって本当いつも思うんだけど、そんなさ問題点とかお構いなしにやりたいですっていう人だからだからね多分一緒にいるんだと思うんだけど、本当に正反対なの性格が。だからねすごい勉強になる、一緒にいて。だからウサギの人ってウサギの人といるとその問題点を考えないからもう破滅するしかないの。じゃあ例えばこれ欲しい人って言ってはいって言ってさ、2人ではいって言ってさ、でも多分その裏にはさいろんなリスクとかがあるわけじゃんか。でもそんなリスクとかお構いなしにやりたいですって言うからもうさ破滅に行くしかないのよ。でもカメの人が隣にいるとやりますって言っても後々ちゃんと考えて、これだけじゃないよとか、今これがいいって言ってるけどこっちの方が安全だよとか、そういうね分析をしてくれたりとかするので、だから一緒にいるとパーフェクトになるなって本当にね最近つくづくめっちゃ思うので、結構ノノもカメどっちかっていうとすごく慎重、やってみればいいじゃんって言うんだけどちゃんと考えるよね。あの人はね何にも考えずにやりたいですって言ってる親を見てるから、ちゃんとしっかりしてんなって思うんだけど、そうだからみんなはどっち？ウサギとカメ。基本的にねウサギの周りにはカメが多くなるんだよね。やっぱりカメはウサギのそのスタートダッシュが早いところにすごく惹かれるところがあるので、いいなって、あんなに早くできるのかっこいいなってカメの人は思うんだけどっていうね、ウサギとカメの話でした。そういえばねまだ11月なんだけどクリスマスツリー出した。なんかさいつもね12月に入ってからツリーを出してたの。でもさ12月の頭に出してもさ25日ぐらいでもう片付けちゃうじゃん。だからなんかあんなに苦労して出したのに25日で片付けちゃうのもったいないなっていつも思ってたのよ。でそしたら今回ののがもうクリスマスツリー出したいって言うから、11月だけどいっかと思ってもうねクリスマスツリー飾ってあります、うちは。
そう、クリスマスの前にスタンドをやろうと思っております。で、まだ日程は決まってないんだけど、クリスマスの前の週か前々の週ぐらいにやろうかなと考えております。はい、というわけで、最近なかなかこうやってね、ゆっくり喋る時がなかったので、なんかすごいいっぱいいっぱい喋っちゃったんだけど、大丈夫かしら。というわけで、じゃあ作業に戻ります。バイバイ。7です。今日はこれからサンピエールに行きます。で、その前に今、ゴンチャを買ってきました。タピオカミルクティーのウーロン茶ベースにハマっております。で、今日ね、セドがね、アールグレイベースのやつを買ったんだけど、ブラックゼリー、ブラック、なんていうの？日本語なんだ？亀の子ゼリーみたいなやつ、グリンガーを。日本語が全然出てこない。グリンガーにアールグレイベースにしたんだけど、アールグレイもめっちゃ美味しいからおすすめです。試したことない方はぜひぜひ。じゃあ行ってきます。バイバイ。でサンピエールに到着しました。今日はこれからサンピエールのお気に入りのガレット屋さんがあるので、そこに久しぶりに行きたいと思います。私が初めてレイニョンに来た時に連れてってもらったところだし、あと私たちの結婚式をやった時に私のママとパパとあとはるかを連れてったとこです。久しぶりに行きたいと思います。ジャンボフォーマーにオニオンを追加しました。ナナもジャンボフォーマーというわけで久しぶりのガレット美味しかったです。というわけでこれからお友達のお家にちょっとお邪魔をします。行ってきます。バイバイ。And I don't want your sad blue eyes. You know everything about me, like I need my territory. So why are you still so needy? You're in over your head.